つ、パニック障害、不安症。それは脳がオーバーヒートしているからかもしれません。こんにちは、野村整骨院の野村明です。うつ、パニック、不安症といっても、その症状は様々です。あなたはどのような症状でお悩みでしょうか？気分が重い、落ち込みがち、何をしても楽しくない、何にも興味が湧かない、何でもない時にイライラして怒りっぽくなる、何かにせき立てられているような感じで落ち着きがない、何も悪いことをしてもいないのに罪悪感を感じて自分を責めてしまう、自分には価値がないんじゃないかと感じたり、思考力が落ちているように思ったり、そわそわ感や朦朧とした感じになったり、些細なことで不安になる、注意力が散漫な感じがして集中できない、記憶力が悪くなったように感じる、小さなことが気になる、些細なことで悲観的になったり、人に会うのが煩わしいと感じたり、根気がなくなったように思う。そして一日中眠気を感じる、疲れているのに眠れない、朝早く目が覚めてしまう、食欲がない、体がだるい、胃の不快感、下痢や便秘、口が乾いたり、首こりや肩こり、頭痛、頭が重く感じたり、頭の圧迫感や緊張感、しびれ感、めまいがしているような感じ、もしくは頭が揺れるような感じではなく本当にめまいやふらつき、自分の体ではないような感覚、熱感、ほてり、もしくは手足の冷えや悪寒、しびれ、またはチクチクする感じ、全身にドキドキと脈拍を感じる、急に心臓がドキドキと動悸がして脈が速くなったり、胸の痛み、不快感、窒息感、激しく体を動かしてもいないのに息が切れたり、呼吸が苦しくなったり、突然気が遠くなったり、死ぬことがとんでもなく恐ろしく感じたり、特に何でもないのに急に不安に駆られ、恐怖感を覚える、正気を失うことや自制を失うことが怖くてたまらなくなったり、突然変な汗をかいたり、手足、体が急に震え出したり、これらはうつ、パニック、不安症と言われるもの、診断される方の症状です。これらに共通しているのは、病院の検査ではほとんど異常が認められない、体には何も異常がなく症状だけがある。こうなると実は医師もお手上げ状態なんです。なぜなら原因がわからないからです。原因がわからないということは、言葉を変えれば根本治療ができない。つまり症状を抑えるだけの薬しか出せず、いわゆる対処療法しかできないことになります。診断名、つまりうつ、パニック障害、不安症。実は私はこれらの病名にはあまりこだわりません。なぜなら本当に重要なのは病名ではなく、あなたの症状だからです。あなたが何に困っているのか、どのようなことでお悩みなのか、それが重要になります。ではそもそもなぜあなたは悩まされるのでしょうか？原因は一体何なんでしょうか？それは脳に熱がこもっている、つまりこの脳がオーバーヒートしている可能性が考えられます。どういうことか詳しく説明いたします。この脳というのは純粋な神経細胞とそれを支える細胞、グリア細胞というんですけども、この2つからなります。そして量としてはこの支える細胞の方がたくさんあります。この支える細胞はそのほとんどが脂質、脂肪でできています。実はこの脳の6割は脂質、脂肪なのです。ですから熱に非常に弱く、熱がこもると脳は正常に働けなくなってしまい、その免疫機能も下がります。免疫というのは抵抗力です。抵抗力というのはうつ、不安症、パニック障害の原因となるストレスに耐える力も含みます。昔から頭寒足熱と言われますが、頭が熱くなることは良くないことだと経験的に知っていたのでしょう。ですからうつや不安症、パニック障害でお悩みのあなたは、まずは脳を冷やすということを心がけていただきたいと思います。では実際どうやって脳を冷却するのか、冷やすのか、それは鼻を使います。初めて聞かれる方も多いと思いますが、鼻は匂いを嗅ぐ、呼吸に使う以外に脳のラジエーター役、脳を冷却する働きもしています。脳の重さは体重の 2% しかありません。ですがそのエネルギーの消費量は
全体の 20% と言われています。エネルギーの消費量が多いということは、それだけ代謝も多く熱も発生させています。私は脳の熱こもりと言っていますが、その熱を持った脳を冷やすためにあるのが鼻です。鼻というのは、これ分かりますかね。ここ鼻の穴なんですけども、こういう感じで突起が両サイドから出ていますよね。でその両サイドの奥なんですけども、副鼻腔と呼ばれる空洞があるんですね。ですので表面積が非常に広く、その表面積は新聞紙1枚ぐらいの大きさになると言われています。ですから鼻は冷却するのには構造上非常に優れている。さらに鼻の匂いを嗅ぐ神経はこの脳に直接つながっています。手足や内臓などの神経はいくつかの中継地点がありますが、鼻と目だけはダイレクトにこの脳につながっています。このように本日はこの特殊な鼻の構造を使って脳を冷却する方法を紹介します。ではその方法ですが、鼻で呼吸をします。ですがちょっと特殊な鼻を使った呼吸方法になります。鼻から吐いて吸うだけなんですけども、その時にこの頬骨ですね、この骨格模型でいうと、このほっぺたのですね、一番高くなっているところ、出っ張っているところですね。でこの部分は四白というツボになるんですが、ここを軽く押さえます。こういう感じですね。ここは鼻が詰まり気味の人ですね、そういう方が押すとですね、軽く押すだけでもちょっと痛みを感じるかもしれません。でここを押すことで鼻の通りが良くなり、鼻腔内の隅々まで空気が流れるようになり、そして熱のこもった脳を冷却することができます。この一番高くなっているところですね、ところをまっすぐ押してですね、そして鼻から吐いて吸うというのを繰り返すだけです。これは一度に何度行っていただいても構いませんし、1日に何回行っていただいても構いません。ただちょっと押しすぎるとね、ちょっとこの辺りが痛くなるかもしれないんですけども、でまっすぐ押してですね、鼻の通りが良くならない場合は真横から押してもらっても構いません。人差し指でも構いませんし、こう親指でこう押していただいても構いません。ちょうどこの辺りなんですけどね、骨でいうとこういう感じですね。横からこういう感じで押します。で横から以外に下からこう押し上げるという方法もあります。ちょっとね、親指でね、下から引っ掛けるような感じで軽く引っ掛けて上に上げる感じですね。で強く押しすぎないように注意してください。強さの目安としてはですね、小指ありますね、小指1本でこう押して小指が痛くならない程度、それぐらいの力加減を目安にしてください。はい、本日は熱のこもった脳を冷却するための鼻を使ったちょっと特殊な呼吸方法を紹介いたしました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。